Hello，我是橘子。我今天点了外卖，想跟大家边吃边聊。我今天点的是，能看见吗？麻辣烫。然后今天的日期是12月24号，平安夜 ，Christmas Eve，Happy Holidays。听最近麻辣烫特别火，然后听说在日本，本来我听的是在韩国麻辣烫特别火，但是现在最近吧，好像在日本也特别火着。然后听我朋友说，在日本的话，这么小碗的麻辣烫就1000块钱，就50人民币左右。但是这碗大一碗麻辣烫就18块钱。我今天边吃这个好好吃的麻辣烫，然后跟大家聊聊天吧。我好像第一次拍这样的视频，现在有点害羞，所以呢，我还是用日语聊聊天吧。今日はクリスマスイブなんですけど、麻辣烫を頼んだので食べながらお話ししたいと思います。あと、中国語でクリスマスイブが平安夜、平安夜って平安夜って書くんですけど、それにちなんで、リンゴが中国語でピンゴっていうので、クリスマスイブはこういうやつが売られてたり、包装されたリンゴが売ってたりします。ちょっと初めて買ってみた。先に開けますね。中はリンゴのグミ。かわいい。こういうグミがかわいいグミが入ってたので、後でお友達に配ります。いただきます。いつも頼んでるやつなんですけど、具材は自分で選べるようになってて、シートがこうやって選んだ具材で長くなります。値段は18元なので、日本円で400いかないぐらいで、この量です。これ日本で食べたらいくらぐらいするんだろう。
最近いろんな人がマーラータン食べてる動画を上げてて、でなんか値段を聞いてもすごい高いからびっくりしちゃって、私がいつも食べてるのは同じこのお店の18元のものなんで、すごいなんかウーバーとかしてるのを見ても1500円とかで食べてて、ちょっと日本でマーラータンは食べる気になれないかもしれない。ちょっと今回はこういう喋ってるだけの動画を撮ったことがないので、軽く自己紹介と、あと留学の今思ってることとかを記録できたらなと思って撮ってます。初めて見る方がいるかもしれないので、まずギミって言います。今は中国に留学してるんですけど、吉林省にある延辺朝鮮族自治州にある延吉市の、延辺大学というところに通ってます。正規留学生で4年間、大学に通う予定で、今は3年生の前期があとテストを残して、終わります。なのであと約1年ちょっとで卒業です。中国政府奨学金を利用して、留学させてもらってるので、奨学金について知りたい方はよかったら前に紹介の動画を作ったのでぜひ見てください。なんで中国を選んだんですかってよく質問いただくんですけど、正直中国自体にはそこまで興味がなくて、ここの延辺っていう地域にすんごい惹かれて、ここに行きたいなと思って大学を選びました。初めは普通に中国語を勉強したくて、ざっくり中国に行こうかなみたいな感じだったんですけど、この延辺大学を見つけて、ここにすごい行きたいと思ってここに行きますって決めました。でその後、奨学金を調べたりして、で大学と連絡したりして進学可能っぽかったので本科生として来ることにしました。専攻は社会学を勉強していて、ちょっと外国人には難しいんですけど、それでもなんとかついていってたくさん先生とかに助けられながら頑張ってます。もらった質問が大学入るまでに準備したことを質問してもらったんですけど、多分今12月だから受験準備してる方多いと思うし、多分奨学金の方は出し終わったくらいかな。多分準備したことはなんだろう。まず中国語はアイドルとかドラマ見て勉強して、あとは私が来た時がコロナだったからあんまり準備ってものができなくて、とりあえず中国に行けるか行けないかみたいな
時期だったので、そんなにこれといった準備はしてないんですけど、やっぱり言葉ですかね。言葉がやっぱできなくて何もできなかったので、まずは本当に言葉さえ自信がつけば、それで喋れなくても自信を持って、私中国語喋れるかもみたいな自信があれば多分なんとかやっていけるから、自信が持てるまでひたすら喋れなくてもいいから、自分は頑張ったって思えるくらいまでとりあえず勉強する。あとはなんか自分の専攻に関係する本を私はおすすめしてもらったので Amazon で速攻買って読みました。そのくらいじゃないかな。あとすごい延編について質問をもらうことが多いんですけど、ここは中国の少数民族の一つである朝鮮族、朝鮮半島にルーツを持つ朝鮮族っていう方々が多く住んでる地域で、看板に中国語とハングルの両方が書いてあるのが特徴で、コロナの改革が明けてすごい流行った、旅行地、最近はすごい旅行客がとても多い地域です。多分その別の言語が自分の目の前に2つ以上の言語の看板があるっていうのが多分不思議で、たくさんの人がこのワンホンチャンっていうのを見に旅行に来ます。本当にコロナ明けてすぐの時はもう人がやばすぎて、本当にやばすぎて、もうコンビニ行きたいのにすんごい人の波に飲まれちゃって時間がかかるみたいな生活をしてて、最近はそこまでじゃないんですけど、やっぱ週末になるとまだまだ旅行客の人がいっぱい来て、延辺大学の正門がすごく綺麗なので、すごい写真を撮りに来る方がたくさんいるんですけど、そこの写真を撮るために青信号になった瞬間人がこうやって並ぶから通してもらえなくて、横断歩道を。それがちょっと最近どうにかなんないかなってちょっと思ってたりします。ちょっと今大学にまずコロナの影響で留学生がそんなにいないんですけど、その中でも日本人が少ないので、たくさんの人に来てもらいたいなって思ってるので、気になってる方いたらご連絡ください中国語を勉強し始めたきっかけは、私が高校生の時にすごい C-POP のアイドルにハマってて、その中でもザ・ナインっていうグループにすごいハマってたんですけど、その時にビリビリとかで動画を見るようになって、なんか翻訳された動画ってあんまり出てなかったから、もう何言ってんだろうと思ってちょっと勉強し始めるようになりました。もともと K-POP がちっちゃい頃から好きで、それの中華メンバーが出てるドラマとかは結構見てたんですけど、時代劇とかなるともう何言ってるかさっぱりわからないから、なんか勉強した方がいいかなと思って、とりあえず見まくって、なんかわかんないやつ調べて、字幕あったら字幕こういう意味なんだって思いながらセリフ聞いてみたりとかしてました。なんか韓国語もどうやって勉強するんですかって
よく聞かれるんですけど、韓国語も同じくアイドルとドラマを見まくっていっぱい聞いてね、意味あんまり調べたことはないかもしれない。なんか字幕見てニュアンスを理解したりとか、あと何回も出てくるような単語だったら状況を見て、こういう時にこのセリフを言ってるからこれはこういう意味なんだって勝手に解釈したりとかで勉強したかな。勉強っていうのかわかんないけど、最近動画を全然出してなくて、いつ出ますかって DM をこの間もらったんですけど、なんか全然出してないのに理由が全然なくて、気づいたら1学期終わってたって感じなんですよ。多分最後に出したのが国慶節に多分トピック直前で勉強してる Vlog なんですけど、これが10月の頭だから3ヶ月撮ってないけど、本当に理由はなくて、なんか過ごしてたら気づいたらもう期末テスト期間でした。ごめんなさい。でも今期末の Vlog と、あとカフェにたくさん行った動画を撮ってるので楽しみにしててください。私が今3年生で、2022年の9月から留学してるんですけど、なんか変わったことありますかって結構新しく来る方に聞かれたりするんですけど、私が来た時がコロナだったから、変わったことって言われたらもう何から話したらいいかわからないぐらいすごい、ここがもう一気に観光地になったっていうのもあって、もう発展がすごい早くって、なんかまず今旅行しに来た方が見るこのマンホンちゃんも、私が来た時は全然お店も全然違ったし、こんなにキラキラしてなくて、なんかすごい街がよりもともとなんか電気はついてたんですけど、なんかいろんなライトがつくようになって、周りのお店とかもほとんど多分お店変わっちゃってるし、あとすごい物価が高くなりすぎて、最近すごいびっくりして、私映画を見るのが結構好きなんですけど、日本って映画がすっごい高いから、高校卒業してからあまり見ることがなくなっちゃって、学生割引が使えなくなっちゃってから。で中国来てすんごい安いと思っていっぱい見てたんですよ。来たばっかでコロナが終わって外に出れるようになってから。でその時の記憶が、もうできるだけ安く見たいから20元いってない作品をいっぱい見てたんですね。17とか18とかで見たい作品だったら、25とかでも見に行ってたんですけど、この間しんちゃん恐竜のやつを見に行ったら、確か43とか4でもう倍以上するくらい、もういくら最新作とはいえ日本円にしたら900円いかないぐらいだから、もうなんかなんか変わりようにびっくりしちゃって、映画ってこんな高かったっけと思ってちょっとショックを受けました。あと学校の食堂がすごい安いんですけど、なんかもともと来た時は8元とか10元で、なんかちょっと高いめので15元とかで食べてたやつが、今は安くても
ほとんどが15元からで、なんかで食堂の中身もお店も変わっちゃって、私は最近はよく行ってないからわからないけど、コロナの時は食堂しか行けなかったのでいっぱい通ってました。あとちょっと最近その物価もそうだけど、ちょっとこの縁吉市にちょっと文句があって、ハングルの看板がどんどんなくなってきてて、もともとはハングルと漢字を両方つけなきゃいけないっていう法律になってて、もともとはハングル漢字、ハングル先で漢字が後っていうルールだったんですけど、最近それが漢字ハングルっていう順番に変わってね、それは全然いいんですよ。それは全然そうなんだって感じで見てたんですけど、最近のルールでハングルをつけなくてもいいっていうルールになったらしくて、ハングルがついてない看板があったりとかして、ちょっと残念だなって思うんですけど、でもその割にはその韓国製品を扱うお店が結構多いから、中国特色の中国のお菓子みたいなのをあんまり買えなくて、いっぱいすごいラーティャオっていうのがすごい好きで、あと瓜子ひまわりの種とか、あとマーファーとかめちゃめちゃ好きなんですけど、これを手に入れるのにすんごい大変で、もうラーティアと瓜子はちょっと違う透明のスーパーとかに行けばあるんですけど、マーファーに関しては本当に売ってなくて、なんかそれもなんか時代でちょっと食べる人が少なくなっちゃったから、売ってるところが少ないっていうのもあるんですけど、もうすごいデパートのデパ地下まで行かないとなんか美味しいのが食べれなくて、ちょっとなんか中国にいるのにと思ってちょっと残念だったりします。なんかその友達とかにこれ食べたいって言われて、お菓子、中国のお菓子とかも全然見つからなくて、中国にいるのに中国のお菓子が見つからなくて、結局タオバオネットで買って持って帰るみたいなことをやってました。なんか中国なのに韓国の製品で溢れてて、結構不思議な街なんですけど、だからここにいるとハングルをパッて見て解読する能力は結構つくんじゃないかなって思います。はい、今回は流行りのマーラータン、本場のマーラータンを食べながら初めておしゃべりする動画を撮ってみました。何喋ってらいいか分かんなくて、結構最近思ったことをベラベラ喋ってみたんですけど、いかがでしたか？留学とかに関して知りたいことがあれば、コメント欄に残していただけると嬉しいです。普段は留学に関する Vlog だったり旅行 Vlog を載せてるので、よかったらそちらも見てください。良いクリスマスになりますように。